今回の動画では近日中に開催されることが予想されるイベント、オムニバスストーリー宝石の風を求めてと同時に実装されるオペレーター。目標さえ達成できれば過程は多少めちゃくちゃでも大丈夫だよね。アレーンの紹介及び解説を行います。コードネームはアレーン。今日からは正式所属になるらしいよ。あんたがドクターか。じゃ、これからは仲良くなれるといいね、先生。アレーンはラテラーノ出身のサンクタ人ですが、ロドス加入前は主にリターニアにて活動を行っていた人物です。リターニアにて活動を行っていた理由は感染者だからであり、ラテラーノは絶対的な力を持つ律法によって感染者がラテラーノの地に泊まることが許されておらず、他国で行われているような過激な対処は行われてはいませんが、感染者は基本的には何らかの形をとった島流しという形でラテラーノの地を離れることとなります。アレーンの場合はリターニアへの留学という形でラテラーノから追放されました。当然、感染者である以上はラテラーノの地を踏むことは二度と許されないので、感染者としてラテラーノを追放されるということは、ポリパシーの治療方法がない現在では、二度と大手を振って故郷に帰ることができないということを意味しています。ただ、追放はされてもラテラーノ公民の権利は保障されたままになるとのことなので、そういった点でも他国と比べるとラテラーノの感染者への処遇は比較的穏便なものと言えるでしょう。ただ、アレーンは様々な事情からラテラーノのことが好きではないようなので、二度とラテラーノの地を踏めないということはどうでも良さそうな雰囲気がありますが、アレーンは感染者ということ以外にもサンクタ人でありながら守護銃を使わず、アーツを用いて戦闘を行うという特徴があります。また、サンクタ人はたとえ銃を所持することができなくても、クロスボウやバリスタといった一歩引いた戦い方を好む傾向があるため、アレーンのように戦闘では近接武器とアーツを用いるというサンクタ人はかなり珍しくなっています。これには感染者になってしまったために守護銃を持つ機会が失ったという要因の他に、幼い頃の環境が影響し、多くのサンクタ人にとっての憧れである守護銃は、アレーンからすれば親の自分への関心を奪ったものと考えているからと思われます。というのもアレーンの両親は守護銃に関する研究を行っていた人物であり、あまりの多忙さにアレーンを家で一人にすることが多く、仕事というものがわからない幼い頃のアレーンからすれば、守護銃という存在は自分と両親の間を引き裂くものでしかありません。そういったことから守護銃に関しては持つ持たないという以前に、もはや嫌いという感情の方が強くなっているようです。また、守護銃の存在はアレーンの運命をも狂わせており、アレーンの両親は守護銃の技術窃盗の嫌疑をかけられ、陰謀によってこの世を去っています。そして陰謀家たちは両親の命を奪うだけでは飽き足らず、両親が残した技術がアレーンに引き継がれるのではないかということを疑い、アレーンにすら手をかけようとした可能性が示唆されています。実際のところ、両親たちは自分たちが職業上様々なトラブルに巻き込まれることを熟知しており、アレーンをリターニアへと送ったのもそういった危険から遠ざけるためでもありました。この陰謀に関してはアレーンによる報復によってほとんどのことはすでに処理されてはいますが、それでも残っているリスクなどから執行者はまだ警戒は必要と判断。その執行者はロドスにいる同僚、おそらくはエグゼキュターに助けを求め、アレーンは結果的にオペレーターという形でロドスに席を置くこととなっています。当初のアレーンはドクター相手にすらおちょくった態度をとり、今でもその名残は残ってはいるものの、ある程度の信頼関係は築くことができている様子。ただ、現在でも論理観はやや欠如しているようで、ドクターに諭されることもいくらかあるようですが、アレーンのモチーフとなっている生物に関してですが、関係しそうな生物を見つけることはできませんでした。ただ、モチーフの一つではないかとされているものは存在しており、生物ではありませんが、炭素原子と水素原子だけでできた化合物である。芳香族炭化水素の中でも、最も単純な構造を持つ化合物、ベンゼンではないかとされています。
そもそもコードネームであるアレーン自体が芳香属炭化水素のことであり、アレーンの精通していることにオリジニウムアーツ、ベンゼンという表記が存在しています。ベンゼンは無色ではありますが、独特の匂いを持っており、非常に発火しやすいという性質を持った液体です。そして発火した際には刺激性、毒性、腐食性のガスを発生させる可能性があり、発がん性も認められているという危険な代物です。アレーンのアーツにも毒性や腐食性があるとされているため、ベンゼンと性質は似通ったものにはなっていますが、アレーンからはアーツの作用で甘い匂いがする一方で、実際のベンゼンの匂いは吐き気を催すような匂いとのことなので、この点は実際とは異なっています。ただ、ベンゼン環と呼ばれる構造を持つ化合物の中には、アニスアルデヒドやバニリンといった甘い匂いがする化合物もあるため、アレーンのアーツはこれらの化合物の特徴もモチーフの一つとしているのかもしれません。ドクター、わざと僕を試してるの？いいよ。ちょうど僕も気分が乗ってきたところさ。じゃあ、今から何が起きても、二人だけの秘密。ね。アレーンはシルバーアッシュやラップランドと同じ調査艇型の前衛オペレーターで、星4としてはフロストリーフを含めて2人目の長射程前衛オペレーターとなっています。素質やコスト、再配置時間などの基本ステータスは特に特徴はなく、平均的なものとなっています。HP や攻撃力などのステータスはフロストリーフと比べると、HP と術耐性に関しては大きな違いはなく、ほぼ5差レベル。攻撃力はアレーンの方が高くなっている一方で、防御力は低くなっています。こちらに関しては信頼度による上昇値となっているので、ステータス面での大まかな性能にはほとんど違いはないと言ってもいいでしょう。そのため、良くも悪くも星4の性能の枠から見て、低くもないし高くもない性能となっています。素質、構造分解はドローンを優先して攻撃するようになり、さらに昇進1以降はドローン攻撃時のアレーンの攻撃力を上昇させるという。攻撃力の上昇値以外はグラウコスの素質と全く同じものとなっています。ドローン攻撃時は当然遠距離攻撃扱いになるため攻撃力の減衰が発生しますが、それ以上に素質による上昇率が高いため威力が下がってしまうということはありません。口述するスキルの効果からもわかるように前衛オペレーターでありながら比較的高いレベルでドローンの対処も可能という陸と空両方の敵に対応できるオペレーターというのがアレーンの最大の特徴でしょう。アレーンの潜在強化による効果はコストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス18、素質効果強化コストマイナス1となっており、アレーンの性能を大きく上げるような潜在強化はありません。潜在4段階目と5段階目はアレーンの攻撃力を上げるものにはなっていますが、単純な攻撃力の増加は遠距離攻撃を多用することを考えると、そこまで大きな上昇値ではありませんし、素質による攻撃力の上昇も常に発動するというものではないので、汎用印を使ってまでアレーンの潜在を上げる必要はないでしょう。スキル1、軽い上弾はアレーンのブロック数を0にする代わりに、攻撃を2連撃にし、さらにダメージを上昇させるというスキル。ブロック数が0になるということからもわかるように、地面の敵に対してのスキルというよりも対空の敵に特化したものとなっており、防御力が低いドローンに対しては高い殲滅力を持っています。一方で、地面の敵に対しては物理ダメージの上昇値がそこまで高いものではないですし、ブロック0のため事故が発生しやすくなっているので、一長一短なスキルになっていると言えます。アレーンのスキル1と他のオペレーターのスキルの火力を比較したものが上記の通りとなっており、スキルの単発火力に関しては素質効果なしだと術ダメージであるミッドナイトのスキルよりも低くなっている一方で、スキル DPS が高くなっていることからもわかるように、手数で火力を補っているタイプのスキルとなっています。とはいえ、術ダメージかつレアリティが下のミッドナイトとスキル火力を競っている時点でかなり低いと言わざるを得ず、物理の連撃ということを考えると火力はさらに下になることが多くなります。一方でドローンに対してであれば火力は一気に上がり、
ドローンは比較的防御力が低い敵が多くなっているため、かなり高い DPS を叩き出すことが可能となっています。総じて、ドローンへの特攻というアレーンの素質とは噛み合っているスキルにはなっていますが、そのために切り捨ててしまっている性能が多く、スキルによる強化具合とはやや割には合っていない感じがあります。ただ、危機契約といった遠距離系や高ダイマスのオペレーターが禁止された状態で、ドローンへの対処をしなければいけないというような状況や、狙撃オペレーターが逃してしまった対空ユニットの迎撃といった場面では活躍することができるので、このスキルを特化するのであれば、必要な素材と上昇率、使用頻度を鑑みて、スキルレベルは7で据え置くか、特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。スキル2、シャレにならないいたずらは、アレーンの攻撃範囲を拡大させ、遠距離攻撃時に発生する威力減衰を無効化。さらに、2体の敵に対してダメージが上昇した術攻撃を行うというスキルとなっています。スキル1が団体への敵に対しての攻撃に特化したスキルとなっている一方で、スキル2は2体への敵に攻撃することに特化しており、スキル1と比べると発動に必要な SP は多くなっているものの、スキルの発動時間が長く、デメリット効果もなくなっています。スキル2と他のオペレーターのスキルの火力を比較したものが上記のものとなっており、2体の敵に対しての同時攻撃になっているため、スキル DPS は大きく増加。特にドローンへの攻撃に対してであれば、ラップランドの銀狼すらも上回る数値となっています。地上の敵に対してであっても、総ダメージは銀狼の 80%、スキル DPS は 70% の火力を出すことができているため、アレーンのスキルは手動発動できるということを加味すれば、星4としてはかなり性能が高いと言えます。ラップランドは素質効果によって相手の特殊能力を無効化する能力を持っているため、さすがに完全な互換というわけにはいきませんが、ドローンが多く登場するステージや、危機契約で頻繁に登場する特殊能力無効化を無効化するような敵がいるステージでは、アレーンの方が扱いやすいといった場面も出てくるでしょう。スキル2はスキル1と同じく、対空面に対してかなり強力なものになっていることに変わりはありませんが、スキル1と比べると地面の敵をより対処できるようになっているという点が大きな違いと言えます。汎用性という点ではスキル2の方が勝ってはいますが、敵1体を倒すまでの時間、いわゆるタイムトゥーキルという点ではスキル1の方が優秀です。そのため、使用する場面で言えば、スキル2の方が多くはなっていますが、場面によっての使い分けは必要でしょう。これらのことから、このスキルを特化するのであれば、必要な素材と上昇率、使用頻度を鑑みて、スキルレベルは7で据え置くか、特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。ただ、スキル2の特化による上昇率はあまり高いものではないので、特化をさせるのは他のオペレーターの特化が一段落ついた時や、スキル1の特化を終わらせてからで構いません。アレーンの基地スキルは加工書に関するものと宿舎に関するものの2つとなっており、加工書に関するものは宿舎に配置されている他のオペレーターの体力が一定以下だった場合に、1人につきアレーンの副産物入手確率をプラス 5% するというものとなっています。宿舎は最大で4つとなっており、それぞれの宿舎には最大で5人のオペレーターを配置することが可能なため、4×5×5=100、つまりアレーンの副産物生成確率は最大で 100% となります。発動の条件となる体力のラインは初期状態では4となっているため、やや厳しいところはありますが、昇進1にすることでラインは一気に20まで上昇するため、かなり緩いものとなり、基地を1日1回は触るプレイヤーであれば、ほぼ毎日副産物生成確率 100% を一切のデメリットなしで活用することが可能です。現状、この副産物生成確率 100% は2円とアレーンのみが到達できる数値となっているため、アレーンを基地スキルのために昇進させる価値は、昇進に必要な素材の軽さから見ても、大いにあると言えるでしょう。また、宿舎スキルも体力を大量に消費する加工書スキル持ちにはうってつけの、自身の体力回復速度を早めるという効果になっているので、アレーンの基地スキルは非常に優秀なものとなっています。それでは実際にアレーンを使用していきます。
今回使用するステージは5の10。アレーンのレベルは昇進2のレベル70。スキルは2の特化3となります。悪くない位置でいらっしゃい。待ってるからね。前に進むぞ。はいはい、ここでたっぷり休ませてもらうわ。了解。誰もサプライズ付きだから好きに選んでね。慌てないで。スキル発動中はこのように2体の敵に対しての同時攻撃となり、クラッシャーのような術耐性がない敵であれば他の敵と同時並行で殲滅することが可能です。強化しろ。わかった。大当たりを引くのは誰かしらね。諦めるな。また、スキル発動に必要な SP もそこまで高いものではないため、ほぼ1ウェーブごとに1回はスキルを発動させられる点は強みの一つと言えるでしょう。また、ラップランドとは異なり、自分の好きなタイミングでスキルを発動させることができるため、コントロールがしやすい点も長所の一つです。僕の番、教えて。今何を感じてるのか。強化しろ。すぐに終わる。こっそりどこかに行っちゃうかもね。諦めるな。もう警告はしたからね。すぐに終わる。わかった。誰もサプライズ付きだから好きに選んでね。僕の番、よろしい。強化しろ。すぐに終わる。了解。誰もサプライズ付きだから好きに選んでね。すぐに終わる。強化しろ。慌てないで。もう警告はしたからね。行くよ。了解。大当たりを引くのは誰かしらね。愚か者。強化しろ。
さっきのやつの顔は見た？バラバラにされるって分かってても何もできないあの絶望してる感じ、結構面白いと思わない？アレンは前衛オペレーターでありながらドローンの対処が得意という少し変わった性能を持ったキャラクターとなっています。ですが、極物オペレーターというわけではなく、これまで実装されてきた長射程オペレーターの中ではかなり癖が少ないオペレーターと言えるでしょう。特にスキルには陸と空両方の相手をそつなく対処してくれるため、特に低レア攻略となると採用されることが多くなっており、通常時でも対空面への不安がある場合や、長射程オペレーターを複数採用したい場合にも採用されるため、星4ではありますが、何気に編成することは多くなっています。さすがにシルバーアッシュやラップランドといった他の高レア長射程を押しのけてまで育成する必要はありませんが、最近アークナイツを始めたばかりなどで対空面への補強をしたいという方にはおすすめです。以上でアレーンの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。眠そうな顔してるね。もうちょっと寝ていいよ、先生。